今回は USC バンタム級王者アルジャメイ・スターリングの紹介をしたいと思います。アルジャメイ・スターリング、MMA 戦績23勝3敗、USC 戦績15勝3敗、アメリカ合衆国出身の33歳、現 USC バンタム級王者です。群雄割拠の USC バンタム級において現在3度王座防衛中の USC バンタム級王者。レスリング NCAA ディビジョン3でオールアメリカンに2度選抜された強豪レスラーであり、柔術黒帯を持ち、グラウンドコントロールと決めの強さが際立つグラップラーです。スターリングはニューヨーク州ユニオンデールでジャマイカ人の両親と12人以上の兄弟と育ちました。父親は母親に対して家庭内暴力をしており、自信と強さを得るために高校からレスリングを始めたそうです。スターリングは生まれ育った環境ではドラッグを売ったり、ギャングに入る以外の選択肢はなかった。だから今ここにいられるのは信じられないこと。自分がどういう人間か、今までの苦悩、そしてこれまでの軌跡を忘れないようにしたいと話しております。大学に入学すると現 USC ヘビー級王者ジョン・ジョーンズと出会い、 MMA のトレーニングを見たことで影響され MMA を学び始めました。 MMA デビュー後、アメリカのローカル団体 CFFC で活躍し、バンタム級王座を獲得して3度防衛。2014年 MMA8 戦全勝の戦績で USC と契約しております。2014年2月 USC デビュー戦ではコーディ・ギブソンと対戦し判定勝ち。2014年7月ウゴビアナと対戦し3ラウンドパウンドで TKO 勝ち。2015年4月当時ランキング6位の水垣武也選手と対戦し、下から肩固めを決めて3ラウンド一本勝ち。2015年12月当時ランキング10位のジョニー・エドワルドと対戦し、ギロチンで2ラウンド一本勝ち。USC デビューから4連勝で MMA 戦績は12勝0敗。順調にキャリアを重ね、トップ戦線との絡みが期待されたスターリングでしたが、 USC の高い壁に阻まれます。2016年5月ランキング8位のブライアン・キャラウェイと対戦し、スプリット判定負けで MMA キャリア初黒星。2017年1月ランキング4位のハワイル・アスンソンと対戦し、スプリット判定負けで連敗。2017年4月アウグスト・メンデスと対戦し判定勝ち。2017年7月元 USC バンタム級王者ヘナンバラオンと対戦し判定勝ち。2017年12月ランキング7位のマルロン・モラエスと対戦し、タックルを仕掛けようとした際にカウンターの左膝切りで1ラウンド失神系を負け。スターリングの階級は次から次へと新たな強豪が現れ、ランキングが入れ替わり続ける群雄割拠の USC バンタム級。MMA デビュー以降凄まじい強さを見せつけてきたスターリングでしたが、世界最高峰 USC の厳しさを味わわされました。 USC の厳しさを味わわされたスターリングでしたが、これからスターリングの快進撃が始まります。2018年4月ランキング14位のブレッド・ジョーンズと対戦し判定勝ち。2018年9月ランキング10位のコーディ・スターマンと対戦し、2ラウンドにバックからの膝十字固めで一本勝ち。2019年2月ランキング5位のジミー・リベラと対戦し判定勝ち。2019年6月ランキング4位で前戦で王座陥落直後のコーディ・ガーブラントを KO で倒したペトロ・ムニョスと対戦し判定勝ち。以前は超えきれなかったランカー相手に4連勝を挙げ、スターリングは USC バンタム級2位までランキングを上げました。そして2020年6月事実上次期 USC バンタム級王座挑戦者決定戦としてランキング4位のコーリー・サンドヘーゲンとの対戦が決定しました。コーリー・サンドヘーゲンは当時 MMA 戦績12勝1敗、キックボクシングで世界王座を獲得後 MMA に転向した非常に華のある試合をするバンタム級屈指のストライカー。USC 契約後、顔、ボディ、足へと散らす強烈な打撃で圧倒し5連勝中。驚愕の強さから一気にトップ戦線に上がってきており、その華のある試合ぶりも含め王者に近い存在と言われておりました。試合は開始早々にスターリングがスタンドでバックを奪い、リアネーキッドチョークで一本勝ち。スターリングはバンタム級で驚異的な強さを見せつけてきたサンドヘーゲンに何もさせず完勝。パフォーマンスオブザナイトを獲得し、バンタム級次期挑戦権を獲得しました。試合後スターリングは、私は世界4位のやつにあんな倒し方をしたんだ。サンドヘーゲンにそんな勝ち方をできる選手はそう多くないだろう。試合後サンドヘーゲンに言われた。ベルトを取れると信じている。君が俺にしたことは簡単なことじゃないんだと言ってくれたし、多くの敬意を示してくれたと話しておりました。そして2021年3月 USC バンタム級王者ピョートル・ヤンとの USC バンタム級タイトルマッチにたどり着きました。ピョートル・ヤンは当時 MMA 戦績15勝1敗、多彩なボクシングテクニックと強烈なパンチ力を軸に首相撲から肘などのムエタイ技術、レスリング技術も非常に高く、トップを取ると強烈なパウンドを振り落とす最強ロシア人。ロシアの ACB で圧倒的な強さで ACB バンタム級王者に輝き、2018年 USC に参戦。
USC 参戦以降、ジョン・ドッドソン、ジミー・リベラ、ユライア・フェーバーといった USC トップファイターから圧倒的な強さで6連勝。強い割に知名度がなかったため避けられ続けており、対戦相手が見つからないことも多かったそうです。2020年4月、USC のレジェンドジョゼアルドを TKO で破り USC バンダム級王者に輝いております。 USC 参戦以降、全局面において穴を見せておらず、長期政権の予感を感じさせる USC バンダム級王者でした。試合前、スターリングは長い間戦ってきてようやくここまでたどり着いたから感傷的になる。これまで努力してきたことを誇りに思う。ヤンはタフな選手だ。ヤンはパンチでテイクダウンを止めようとすることもできるだろう。しかし俺にはテイクダウン一発だけでいい。俺が100回テイクダウンしようとすれば彼は100回止めてくるだろう。しかし101回目のテイクダウンで仰向けに倒すことができれば奴にとって長い夜になるはずだからと話しました。試合は 1,2 ラウンド手数でスターリングが上回るも、徐々にヤンにペースを握られ圧倒され、4ラウンドにグラウンド状態のスターリングにヤンから反則の膝蹴りをもらい、スターリングは戦闘不能に。反則勝ちにてスターリングは USC バンタム級新王者に輝きました。新王者に輝いたものの、ヤンにダウンを奪われ、強豪レスラーのスターリングが逆にヤンにテイクダウンを奪われるなど、ヤンに試合のペースを握られ続けており、すっきりしない大座体感となりました。試合後、スターリングはここまでやってきたことを全てがこんな結果のためじゃなかった。本当にひどい。今は心が潰れそうだ。試合はペースが速くてかなりの攻防戦だった。みんなありがとう。そしてごめんなさい。もう一度できることを願っている。もう一度やりたい。と話しました。試合後、デーナ・ホワイトは最悪な終わり方だった。でもいい試合だった。できるだけ早く再戦を組みたい。アルジャメインは病院に行ったがクリアだった。両者ともに再戦を望んでいるので我々は組まないといけない。不満はたくさんあると思う。いい試合だったがヤンがやってしまった。優勢になり始めていたし圧倒し始めていた。ヤンは勝っていた。アルジャメイ・スターリングは壊れ始めていた。なぜあそこで膝蹴りを入れたのか理解できないと話しました。ファンからは SNS などで膝蹴りを放ったヤンではなく、試合続行不能になったスターリングへ多くの批判が浴びせられました。試合後、ピョートル・ヤンはツイッターでアルジャメイ・スターリングに謝罪するとともに早期回復を願っている。反則攻撃をする意図はなかったし、大きなミスをした代償を払っただけだとツイート。しかしスターリングのチームメイトメラブドバリシビリがスターリングとのツーショットを投稿すると、ピョートル・ヤンはチャンピオンは元気そうでよかったじゃないかと皮肉のツイート。またメラブがアルジャメイ・スターリング対ヘンリー・セフードが見たいと投稿したことを受けて、スターリングが顔を合わせれば話は尽きない、次はこの試合をやろうとコメントすると、ピョートル・ヤンがペーパーチャンピオンが早くも再戦から逃げているとツイート。そしてスターリングが謝罪はフェイクだったと皮肉ると、ヤンはドクターストップで反則勝ちしたのにすぐに祝杯を上げているスターリングの写真をアップし、こんな勝ち方でチャンピオンになることは望んでいなかったと言った5分後とツイート。さらにヤンはスターリングのニックネームファンクマスターではなくフェイクマスターだと皮肉しており、ヤンとスターリングの因縁が深まっておりました。そして2021年10月、初の防衛戦としてピョートル・ヤンとの USC バンダム級タイトルマッチが決定。しかしスターリングが試合後に行った首のヘルニアの手術をした後に回復が長期化していることが原因で欠場。ピョートル・ヤンはアルジャメイ・スターリングがせこい臆病者のように逃げたことはみんな知っている。座って待っているつもりはない。俺は試合をするとコメントしました。そしてスターリングの長期欠場が決定したため、ピョートル・ヤンはコーリス・アンドヘーゲンと USC バンダム級暫定王座決定戦を行うことに。そして試合はピョートル・ヤンが判定勝ちし USC バンダム級暫定王者に輝きました。試合後、ヤンは俺はスターリングの頭の中に住み着いている。一度逃げた男はまた繰り返す。彼はチキンハートでとても小さな男だ。スターリングを仮打ちにするチャンスが来たらもっと圧倒的な方法で勝って本物のチャンピオンが誰なのかはっきりさせたい。次は本当にひどい目に遭わせてやると話しました。そして2022年4月、仕切り直しの初防衛戦として USC バンダム級暫定王者ピョートル・ヤンとの USC バンダム級王座統一戦が決定しました。試合前の会見ではスターリングは前線のヤンの頭部への反則蹴りを揶揄したものとしてヘルメットと自作の MMA ルールブックを持参して登場。しかしファンからはスターリングにブーイング。ピョートル・ヤンには多くの声援が送られました。スターリングはやっとこのクソったれを黙らせることができる。翌日の記事の見出しはアルジャメイ・スターリングが観客を驚かせざっとを黙らせる。そうなるよ、俺にかけてくれ、保証すると話すと、ヤンはお前は今そうやって煽ってくるけど、それで今俺がお前を殴ったらどうするか知っているよ、警察を呼ぶよなとスターリングを挑発しておりました。試合はスターリングが序盤からテイクダウンを奪いグラウンドコントロールでヤンを封じ込め、後半に攻め立てられたもののスプリットの判定勝ち。スターリングは見事競り勝ち USC バンダム級王座初防衛に成功しました。
前回反則勝ちで王座体感したものの、ヤンに攻め続けられ、実質ヤンが王者と多くの声がありましたが、僅差をものにし、勝ち切ることに成功。晴れて文句ない USC バンダム級王者となり、スターリングとピョートル・ヤンの因縁に終止符が打たれました。スターリングはみんな僕の強さを疑っていたかもしれない。危険な相手だった。もし僕のことが嫌いならそれでも構わない。TJ ディラショー、お前が次だと元 USC バンダム級王者 TJ ディラショーを指名しました。2022年10月、2度目の防衛戦としてランキング2位の元 USC バンダム級王者 TJ ディラショーとの対戦が決定しました。TJ ディラショーは MMA 戦績17勝4敗の元 USC バンダム級王者。圧倒的なレスリング力を持ちながら独特の構えとステップ、スイッチを多用し変則的なキックを武器としたトリッキーな打撃で相手を効かす全てにおいてレベルの高いオールラウンダー。2014年と2018年に2度 USC バンダム級王座に輝いた USC バンダム級の一時代を築いた強豪。しかし2019年に禁止薬物使用による故意のドーピング違反が発覚し、バンダム級王座剥奪と2年間の出場停止処分に。出場停止処分が明け一発目の復帰戦で当時ランキング2位のモーリー・サンドヘーゲンにスプリット判定勝ちをしており、今回再びタイトル挑戦のチャンスが回ってきておりました。ディラショーはかつてピョートル・ヤンに反則勝ちしたスターリングに対してツイッターで、アカデミー賞の主演男優賞はフェイクマスターが受賞したし、ピョートル・ヤンは元チャンピオンとしてこのスポーツのルールを学ぶ必要がある。おいピョートル、お前もインチキ野郎だとツイート。これに対しスターリングは、お前は USC でのキャリアを通じてずっとインチキ野郎のくせに人のことを主演男優賞とか入れる立場か。注射を打って試合をすると決めた時点でお前はもう男じゃないと絶戦を繰り広げておりました。試合は開始直後にテイクダウンを奪い、グラウンドの攻防で終始圧倒。2ラウンドにバウンドで TKO 勝ち、2度目の王座防衛に成功しております。ディラショーは開始直後にテイクダウンを奪われた際に古傷の左肩を脱臼していたことを告白。試合後スターリングはダメージを与えても反撃してくるタイプだから油断はしなかった。でも今日はがっちり勝った。これは戦争になると分かっていたから万全の戦いを見せるだけだった。誰が出てきても試合をするよ。誰がチャンピオンなのかこれでよく分かっただろうと話しました。この試合を見た元 USC フライ級バンダム級2階級制覇王者で復帰を示唆していたヘンリー・セフードが反応。スターリングに対して SNS で、まあおめでとう。お前は俺の食べ残しを倒し続けているね。俺はディラショーを32秒で倒したんだ。俺はここにいる。忘れてはいけない。お前たちは俺のベルトの子守をしているんだ。バンダム級選手の皆さん、キングはただ一人。その名前はトリプル C だ。契約書にサインしろと主張しました。ディラショー戦から1ヶ月後の2022年11月、PFL の会場でスターリングとセフードは偶然に合わせフェイスオフを行い、互いに対戦を示唆。そして2023年5月、3度目の防衛戦として元 USC フライ級バンダム級2階級王者、レスリング北京オリンピック金メダリストヘンリー・セフードとの対戦が決定しました。ヘンリー・セフードは当時 MMA 戦績16勝2敗。2008年のレスリング北京オリンピック金メダリストを獲得しているアスリートでありながら、倒せる打撃を併せ持つ MMA IQ が非常に高いオールラウンダー。2018年、約6年間11度にわたって防衛し続けてきたデメトリアス・ジョンソンから USC フライ級王座を奪い、当時 USC バンダム級王者で階級を落としてきた TJ ディラショーを秒殺勝ちでフライ級王座を防衛。2019年には階級を上げ、バンタム級ランキング1位のマルロン・モラエスを TKO で倒し、USC バンダム級王者に輝くと、2020年2月、USC バンダム級のレジェンドドミニク・クルーズを TKO 勝ちで倒し、バンダム級初防衛に成功。ドミニク戦後の試合後に MMA 引退を発表し、ベルトを返上。惜しまれつつ引退したオリンピック金メダリスト USC フライ級王者 USC バンダム級王者の3つのチャンピオンに輝いているトリプル C が満を持して復帰。現王者スターリングと王者のまま引退したセフードの王者対王者のビッグマッチが決定しました。また群雄割拠の USC バンダム級においてタイトル連続防衛の USC 記録はドミニク・クルーズ、エナン・バラオン、TJ ディラショーの2回。今回スターリングが勝てばタイトル防衛3回となり、バンタム級タイトル連続防衛の USC 記録更新がかかっておりました。試合前スターリングはセフードにもブランクは存在していて、時の流れには逆らえないことを彼に示すつもりだ。3年間休んでいてみんながいきなりジョン・ジョーンズのような上昇曲線を描けるなど思ってはいけないんだ。ヘンリー・セフードを倒した後はバンタム級でやるべきことは何も残らないと思っている。ショーン・オマリが健康であると確認できればおそらく彼とのマネーファイトだろう。もしくは俺がフェザー級に上げればチームメイトのメラブが他のバンタム級選手たちを恐怖に陥れることになるだろうと話しました。試合はレスリングでオリンピック金メダリストのセフードから4度のテイクダウンを奪い、スタンドで手数で上回りスプリットの判定勝ち。スターリングは USC バンタム級最多連続防衛記録となる3度目の王座防衛に成功。
またこの勝利で USC バンタム級新記録となる最多勝利記録14勝、最多連勝記録9勝を飾りました。試合後スターリングは次期挑戦者としてショーン・オマリーを指名。赤いジャケットを着たオマリーがケージインし、ジャケットを脱ぎ捨て接戦を展開。スターリングは9月にやってやるからサインしろとコメントしました。そしてオマリーが脱ぎ捨てたジャケットをスターリングのチームメイトで USC バンタム級1位ペラブドバリシビリが羽織り、笑顔で見守っていたことにオマリーは後に気づき激怒しておりました。そして2023年8月19日 USC292 のメインイベントにてアルジャメイ・スターリング対ショーン・オマリーの USC バンタム級タイトルマッチが行われると正式発表されております。USC バンタム級最多連続防衛記録を樹立していながら今一つ人気がないスターリングとインスタグラムのフォロワーが4倍以上いる USC 次世代スターショーン・オマリーの対決、要注目です。スターリングは次戦でオマリー相手に防衛した後フェザー級転向を示唆しております。バンタム級の体重を作るのは簡単なことではない。俺はお金を稼ぐためにやっている。それが仕事だ。だんだん年を取って33歳になり、78キロくらいから減量することもある。トレーニングをしてない時はその体重でいる。自分の階級の体重を作るのが難しくなったような気がするんだ。だから様子を見てみよう。そしてチームメイトのメラブドバリシビレがバンタム級1位だ。彼がタイトルに挑戦するのを見てみたい。俺はメラブとは戦わない。メラブは弟みたいな存在なんだ。USC にはメラブが次の挑戦を保証することを認めてほしいと話しております。群雄割拠の USC バンタム級において新たな時代を作っているアルジャメイ・スターリング。USC バンタム級最多連続防衛記録、USC バンタム級最多勝利記録、USC バンタム級最多連勝記録を樹立しながらまだ世間からはあまり評価されておりません。しかし USC バンタム級においてそうそうたる顔ぶれから勝利してきたスターリングの実績は誰もがその実力を認めざるを得ないかと思います。USC バンタム級において誰もが認める真のオールタイムベストになるべくスターリングの今後の活躍に期待します。スターリングはかつてのインタビューでこう話しております。人生では選択を迫られる時がある。その選択により問題が発生することもある。自分自身に真摯であれば誰でもいい選択ができると思うし、時には運も必要だろう。悪い状況にあっても挽回するチャンスはある。ひどい状況にいるなら出口を探そう。何を犠牲にすべきか、睡眠か、自由な時間か、夕食か、友人や家族に会うことか、自分にとって何が大切か、どこにいたいのか、何をやりたいか、目標が何か分かっているなら世界はそれができるように動いてくれるだろうと話しておりました。以上です。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。